なら長江の推理の件はこれでいいわね。大丈夫だよ。今年は雨も多かったからそこまで問題にはならないとは思うけど。それでも何かあった時に決めては遅いでしょう。無駄な争いをしても仕方ないわ。だね。ご主人様もこれでいい？今回の会議の案件はあと半分くらいかしらね。疲れた。だらしないわよ、どうか。休憩の時くらい羽を伸ばしてもいいでしょ。何か言った？ご主人様。でも長江の件、かりんちゃんは関係ないのに付き合ってもらってありがとね。私の見ていないところで呉と蜀の関係が悪化するよりはマシよ。それにその前の呉との絹の交易に関しては蜀は関係なかったでしょ。そっか、そういえば。でも絹の需要が上がってるって何かあるの？少しね。大体はカズトのせいだけれど。そうでしょ。蜀や魏から天の国様式の花嫁衣装の話が流れてきて、呉でもかなり流行しているのよ。なんだっけ、難しい名前のやつだよね。すっごく綺麗な服。それ！そうだよ。生徒でも最近の結婚式だと女の子はみんなあれ着たいって言ってるくらいだし。そういえば次の議題も似たような話題だったわね。かりんちゃん、休憩の時に会議の話題はなしにしようよ。声量でスイとカズトが結婚式を挙げそうになった話ね。話はスイちゃんたちから聞いたけど、あれはしょうがないと思うな。声量の人たちの気持ちもわかるもん。ええ、私も今回の件について言うつもりはないけれど、ただこういったことは多分この後も何かしら出てくるでしょうね。そういえばカズト、シシュンのところに挨拶に行った時も最初旦那様だと思われたって聞いたわよ。もう2度も前例があるなら3度目も間違いなくあるわね。じゃあいっそのことみんなで結婚式しちゃう？あら、カズとは花嫁の数もわからない？カズト、今さらどうこうは言わないけど、
せめてみんなの名前は覚えておいてあげてね。そっか、そんなにいるんじゃまず会場を探すところから大騒ぎになっちゃうね。だって結婚式ってみんなしてみたいでしょ。花嫁衣装だって綺麗だし。トウカはあの服を着てみたいだけではないの？そりゃそうだよ。花嫁衣装って女の子だったら誰でも一度は着てみたいって思うでしょ。レンファちゃんやかりんちゃんだって思わない？それはまあ、そういえばシャアも着たがっていたわね。かりんちゃんは？私は別にどうでもいいわ。かりんちゃん絶対似合うのに。その手の協定を決めることはやぶさかではないけれど、今の私たちにはもっとすべきことがあるでしょ。それはまあそうかもだけど、国を挙げての結婚式とか国のみんなも喜んでくれるでしょ。そうね。国のことがもう少し落ち着いたら式典も兼ねてやるというのは良さそうね。なら順番はどうするの？皆を中央に集めて行うにしても、カズトはどうするつもり？ご主人様ならきっとみんな一緒に。ダメか。そのようなことを言っているうちは私はするつもりはないわよ。そういうのがやりたいなら好きにやりなさい。カズトの解消については義は他国に干渉するつもりはないわ。かりんちゃん。シュウラン、ついていらっしゃい。はっ。かりんちゃんも乗ってくれると思ったんだけどな。カリンはまず王であろうとしているから、なかなか10日のようにはいかないわよ。それはまあ分かってるんだけどね。難しいな。でもかりんちゃんももっと女の子の幸せを追いかけてもいいと思うんだけどな。ああ、カリン様が戻られたらお伝えしておこう。乾杯。けど今回もなんとか終わったね。大体はカズトをからかっているだけだったけれどね。なんだかそうやって毎回カズトに丸め込まれている気がするわね。この宴会もその策の一つなんだっけ？席がない宴というのはここくらいのものだけど、カズトに任せただけよ。お食事をお持ちしました。トウカ様、お食事をお持ちしました。
からこんなには食べられないよ。でしたら私もお手伝いします。本郷、カリン様はどうなされた？そうか。ならカリン様のためにお持ちしたものだが、これは皆で食うといい。私にはカリン様をお探しするという重要な使命が。何やら難しいことを言いよって。仕方ないな。ほれ、箸をよこせ。ご主人様、エンヤちゃんもお料理たくさん持ってきちゃったから、こっちも手伝って。ごめんなさい。私ももう限界かも。エンヤちゃんたちは？だからだな。カリン様がお望みになることを全身全霊をもって応援するのが我ら臣下の務めであろう。それって例えば東花様が親方のために結婚式を挙げたいとかそういうことになってもかよ。どうかのことなど私が知るものか。ああもう。だったらカリン様が親方と結婚式を挙げたいって言ったらどうするんだよ。それをカリン様がお望みになるなら私は全力で応援するまでだ。なんて忠誠心だ。あんたやるな。この程度義の武人としては当たり前のことだ。ほら飲め飲め。食い物ももっとあるからたくさん食べろよ。おっと、それ以上は杯から酒がこぼれてしまうではないか。なんだかお料理も2人に任せておけば大丈夫みたいだね。私ちょっと他のみんなの様子も見てくるわ。私はお腹いっぱいで動けないから少し休憩してる。いってらっしゃい。兄ちゃん、こっちこっち。カズト様もお食事いかがですか？言われなくても食べてるよ。ねえねえ、ご主人様、噂で聞いたんだけど、ご主人様と結婚式挙げられるようになるって本当？どこでも何も、もうお城中その話で持ちきりだよ。なんか会議でそういう話が出たんだよね。でしたら師俊様も式を？そっか。あ、タンポポは東花様や姉様の後でいいからね。だったら僕もやりたい。ルルもやりたいよね。私は民名の師俊のことだけじゃなくて自分もしたかったらしたいって言わなきゃダメだよ。私はでしたら花嫁衣装の都合はこの私にお任せくださいまし。こんな眼福な光景、同盟の集まりでもなければ見られませんもの。ですがそれ以上のことがあるとなれば黙ってもいられませんわ。この子たちに花嫁衣装だなんてなんという幸せな光景ですの。カズト様、なんだかすごい邪念を感じるんですが。ご主人様、よくわかんないけどこの人そうみたいな人？
装に淡い色の花束、顔を緩やかな薄絹をめくり上げれば、そこには私を見つめてほんのり頬を染めた。隊長なの。隊長。当たり前やろ。ただでうまいもん食える言われてこへんアホがどこにおるん。それよりお兄さんが妙にやる気出して皆さんと集団結婚式を挙げる気になったというのは本当ですか？さあ、ふうもちょっと小耳に挟んだだけなので。本当はどうなんすか？なんだ、そうなのか。スイは式を挙げたかったっすか？いや、そういうわけじゃ。別に恥ずかしがることはないっす。私はカズトッチと結婚式挙げたいっすよ。だって脱がなきゃ花嫁衣装は着られないっすよ。でも思いついたが吉日って言うっすよ。でもさ、もうあのふわふわの婚礼衣装着てみたいの。なぎちゃんたちも着てみたいよね。私は別にそういうことは。うちも服はめんどくさそうやし別にええかな。女の子の夢が分かってないの。隊長は分かるよね。ではそのあたりはすでに結婚式を挙げたスイちゃんに聞いてみるというのは。もうあげたの？羨ましいっす。あげてない。そういう噂が立っただけでちゃんと否定したってば。っていうか、フーはシアの書いた報告書とか読んでるんじゃないのかよ。もちろん読ませていただきましたが、実際はやりたいのだろうなぁとちょっと手心を加えさせていただきました。そこまで知ってるなら私が式挙げてないって分かってるんじゃないか。けどそれ実際やるとしたら隊長は誰からするつもりなん？最初はかりんねえに決まってるっす。トーカ様だろ。このレンファさんという可能性もありますね。隊長、最初は誰がええん？かりんねえっすよね、カズトッチ。トーカ様だろ、ご主人様。レンファさんでもいいですよ。あ、逃げたっす。隊長、待つの。あら、カズト、どうかした？似たようなものよ。
でしょうね。逃げて正解だったわ。あの形式の問題点ね。序列がないのはいい案だとは思うけれど、食事の量には制限をかけておいた方が良いのではなくて？まあそうね。私もカロンたちからだいぶ言われたわ。さあね、大体の見当はつくけれど。カズとはするつもりなの？なら順番はどうするの？私は別に入れなくて構わないわよ。言ったでしょ。私たちは本来そんなことをしている暇などないのよ。別にトーカやレンファがやりたいというなら止めはしないわよ。私の好みを押し付けるほど野暮ではないつもりよ。そう言われてもね。そうね。カズトがどうしてもと言うなら考えると言ったら？相変わらず教授のかけらもないわね、あなたは。そうね、そういう人だったわね、あなたは。ならそうね、どうしても式を挙げたいというのなら、カズトが花嫁衣装を着るなら私がめとってあげてもいいわよ。いや、トーカから聞いたわよ。ここに来るまでにカズトは私に仕えたくてたまらない女官だったことがあるそうじゃない。教授がないのが教授ではなかったの？今こそその安っぽい教授とやらを捨てるべき時でしょうに。それは着てみて判断しても良いのではなくて、女官姿も可愛かったと聞いているわよ。宴会芸でも十分でしょう。次の宴では早速用意するべきかしらね。けれど、そうね。花嫁衣装に興味はないけれど、カズトをめとるというのは
面白そうだわ。別にそこまではしないわよ。でもあなたもトウカもレンファも全てを私だけのものにしたいという野望のかけらくらいは私の中にまだ残っているのよ。